絵画というのはさまざまな次元的なものが組み合わさって人間が作り出せるあらゆる面が可能になると。形から発生するある種のイリュージョンというか、自分から発した色、自分から発した形、最良な形と色との出会いというか、最小限にして最大のものを語りたいという。私は68年に東京芸術大学に入学しまして、でそのまま大学院に行って、その後版画の方で助手をしたんですけれども、70年代っていうのはアメリカのポップアートがもうなんか全世界を支配してたような勢いでありました。それでアンディ・ウォーホルとかリヒテンシュタインの真似事というか、どうしてもその近いところに行きたいというか、そういう思いがあってシルクスクリーンを始めたという感じです。それで欧米からの影響から逃れたいという気持ちもありまして、自分の道をやっぱり探りたいと、それでストライプの作品というのに行き当たったわけです。これはこの方眼紙のようなものっていうのは既製品のようなものをまず出して、その模擬的なものから自分のその感情のような線を出したいと。でそこにイサみたいなそのギャップを作ることで、空気感というか人間のなんかその感情のような線を書き込むことで、空気の層みたいなものによってその不毛なものが血の通ったものにこう生き返ればいいなという感じで作りました。でこの頃っていうのはアメリカではミニマリズムみたいなものが台頭してきましたけれども、そういう存在すらよく分かっていなかったというか、こういうものがミニマリズムと言われる非常に最小限にして最大なことを語るという、そういうアートの流れっていうのがあるということで、後から知って本当に驚いたわけですけれども、で少し時間が経ってから企画品みたいなものに頼らないで、自分の手で何かもう少しこう表現できたらいいというか、版画の意識を離れてドローイングの感じをつかもうと思ったんですけれども、なんか従来的なドローイングになるのが嫌で、片側だけシルクスクリーンで刷ったというか、でそれにこう手でなぞるようにして、赤色の色鉛筆で右側をこう写していくというか、左を右の方にスライドさせるようなつもり、それで一つの面にすると、非常にこうミニマルな作品ですよね。で感情を抑えた作品を作りながら、もっと絵画について自分で学びたいとか、そういうことが反動的に出てきたという気がします。1980年に入って絵画ということについて今までにないほど目を向けられる時代になって、非常にそれは私たち絵画をやる者にとっては大変幸運な時代がやってきたわけですね。で今まで非常にこう平面的な作品を作っていって、それから少しずつこうイリュージョンを取り戻そうと、形と色が一番いい出会いをした時期ではないかなと思います。でこれ80年代の一番最初の時に描いていた作品です。この頃っていうのはやっぱりアメリカの抽象表現主義の見直しの時期に来ていて、で私も絵画についての考えを積極的に出していこうと。やはりその絵画というのは一つの平面でできていて、それであらゆるこう可能性としてはさまざまな面が組み合わさって、面というか、次元的なものなんですけども、現実ではない人間が作り出せる面のあらゆる面が可能になると。だから積極的に何かその形を特別描こうというんではなくて、多様な面が絡み合って一つの画面を形成するような、そういうものを作りたいと思ってたわけですけれども、これはなんかミクロネシアかなんかの腰巻きの柄みたいな、そういうのをたまたまお土産でもらって、単一的なものが連続してある、こういう状況を面白いと思ったんですね。でこの頃やっぱりブルーっていうのをよく使って、私は自分の色だと思ってて、やっぱり青っていうのはさまざまな表情を見せてくれるし、で自然の色ということもあります。大気とか空気とかそういうことにも向き合っていきたいというか、
で80年代のそういう絵画の見直しの時期にあって、私たちが一番参考にしたのがアンリー・マティスだったわけです。マティスの色の置き方とか、それから空間の取り方、画面に取り組むそのさまざまな出来事との関わり方みたいな、でそういうことがやっぱり今更に大事になってきたっていうか。で多少でもねなんか近づきたいというような形で、この時代っていうのは本当にマティスによく似た形態が出てくるわけです。マティスが多分こういうふうに筆を運んでたあろうというような描き方、それから色と色との関係性においても学んだという感じがします。でこの作品を描いた時もやはりその無機的なものをなんか有機的なものに変えていく手段として、こういう波形と花びらの形みたいなものを使ったわけなんですけれども、この絵柄っていうのは実はたまたま写真集の中にあった階段の羽目板だったわけです。でこれすごく好きな写真家ですけど、マーク・フィールドスタンという人の写真集で、知られざるアメリカの建物のディテールのようなものを写真にしている人で、これに出会った時は私は驚きました。どこの階段なのかわからないんですけれども、この形がねどういうわけかものすごく気に入ってしまって拝借しちゃったわけですね。それで私なりに少し解釈を変えて、一つの平面上で可能な限りの形を探ったわけなんですけれども、で思っていたら、これビリー・ジョエルなんですけど、イノセントマンっていうビリー・ジョエルがその頃大好きで、レコード屋にこれが出たっていうんで買いに行ったら、このビリー・ジョエルはなんとこの私の大好きなマーク・フィールドスタインの階段の上に座っていて、これももうびっくり仰天したという、私の好きなミュージシャンがそれをもし選んだとすれば、これもなんかすごいなんかのご縁っていうか、そういうこれはなんかすごいかけがえのない階段だっていうかこの作品に至るまでには、私の幼児体験からその時に至るまでに出会ったその空間に対する認識みたいなものがありましてですね、空を手でこんなふうにして仕切ってみると、この指の中の空気と外側の空気っていうのは違ったものに見えるとか、神社の鳥居のようなものとか、あるいはフランスの凱旋門みたいな空洞の中とそれ以外のその現実ですね、その空気の中っていうのはやっぱり差をどっかで感じるわけですよね。でそういうことが絶えずいつも意識としてあったわけで、こういうひし形ってね、よく浴槽のタイルの色違いの組み合わせとか、やっぱりなんかどっちかといえば既製品のそれほどデザインとも言えないようなものの中にそういうものを見出したというか、これたくさん描きましたね。このひし形の作品っていうのはやればやるほど新しいことを教えてくれるような気がして随分描きました。単なる長方形が重なってできたひし形のダイヤモンド型の形なんですけれども、ある空気を仕切った時にその仕切りの中側と外側のその差のような、内と外との差っていうものを描きたいと。でそれを色と、それからかすかなマチエールでもってそういう厚みの層の違いのようなものを出したいなと。でこの頃からこのピンクと水色っていうのは随分繰り返し使うようになって、これピンクといってもかなりバラ色に近いローズ色なんですけれども、非常に乙女チックなね色の中から浮かび上がる青い色の重層感みたいなものがはっきり出てくればいいかなと思って作った作品ですけれども、一番私にとってやりにくいのはこの主題があってそれ以外の場所というところで、それは何よりも主題を生かしてやるための形でなければならないと思うわけですね。だからこういうものもこの作品の主題の傾き方とかその構造的な面でどうしても必要であると、そう思ったのでこういう形を描いたわけです。大気っていうのは普段暮らしている中ではさほどその空気圧なんていうのは意識しないものなんですけれども、ただ一旦絵の中に平面というところに捉えられますととても大きな問題となって、私には迫ってきた問題というか。
なんか長くひし形を描いたので、なんかもっと別の形みたいなものを探したいんですけど、具体的に何か影響を受けたとしてもそれをその通り描写するという方向からはとりあえず避けたいと。やっぱり自分から発した色、自分から発した形とか、それと最良な形と色との出会いというか、そういうことをまずこう目指した時が85年以降からあって、でこれは純抽象的な意識のもとで書きました。こう幾何学的なもう非常に基本的な丸であるとか四角とか三角とか、そういう形から発生するある種のイリュージョンというか、そういうことで形作っていきたいというか、これも丸の連鎖というかつながりの中に丸とそれ以外の場所との深い関係というか、最良な出会い方というか、これを書いた時っていうのは本当に苦労して、書くものがとにかく丸しかないので、これで最大限にこう美的な空間が作れるかどうかという際どいところで、非常にギリギリなところで書いてたわけです。最小限にして最大なものを語りたいという、そういう欲求がとても強かったという。でこれはセザンヌの水浴図の展覧会のバーゼルであって、その作品を見た時に本当に絵というのはやっぱ空気が入り込まないといけないというふうにセザンヌが言っていたようなその感覚っていうのがもともと自分でも持っていた、本当はこう表現したかったんだっていうことと相まって、こういうの作品がこうできてきたというか、セザンヌの影響が今頃出てきたというか、19世紀の印象派の作品っていうのがいかに私たちにとって大事な歴史であったかということを認識したわけですけれども。抽象画家っていえば自分の決めた形式みたいなものを変えていきながらバリエーションでこう見せるっていうのがあるわけですけども、私の場合には一個一個形を探るような作業をしてます。だから具象的な人が今日風景を描いたら明日は生物を描くとか人物を描くとか、そのような感覚に近い形で自分の作品っていうのを探求しているわけです。ミニマル的な格子状の作品を作っている時から連続してつながるものっていうのが私にとっては絶えずテーマとなって出てきてはまたしばらく保留されて、また新たな可能性とともに変質して出てくるわけですね。だから光のこう状態によって移り変わるグラデーションのようなものを捉えながら、この背景とこの中っていうのはもう侵食し合ってさまざまな色が交錯しながら全体を包み込むような連続性の中に点滅して人にこう警告を発するような物事のことのようなものね、ものではなくてことのようなものにこう移行していったというか。これは1995年なんですけど、その主体と奥行きの関係についてすごくこう勉強した作品なんですけれども、この隙間というかその中の空洞を外側との空気圧みたいなものをこう違ったものに見せるためには、その空洞を空洞として描くんではなくて、それをこうずらして偶然組み合わさってできた、その形の中にできたというふうなイメージというかね。だから中側と外側のこう比重の異差を見せるというか、正方形のサイズに一番こう効果的に見える形になっていくために、このずれてる感じがちょっとでもこう1センチでも違うとなんか間が抜けた空洞になるような感じがあって、制作の過程の中で随分こう変貌してきて、でやっとこう捉えられた形だと思います。例えばこれを窓として捉えればですね、で窓を描けばいいかなとも思ったんですよ。私たちは寝てる以外は実際目を開けて物を見ながら生活してるわけですから、その具体的なものからヒントを得てもいいわけです。抽象画としたとしてもね。だけどその窓っていう何ですかね、もう具体的にもう分かっているものっていうか、窓であれば当然窓の向こうは空があるというか、そういうふうなものではないという、あくまでも内側からこう発せられた形でありたいと、そういうことをこう願いつつ書いた作品であるわけです。
抽象的な作品っていうのはこう無重力なものが多いわけですけれども、どうも私の作品っていうのはどうしても何か具体的に人が立っているとかね、なんか植物とか木とかそういう引力を持たせるようなそういう構図の取り方っていうか、そういう感じがします。これは例えば竹とかそういうものを連想した時に、その節が3つある竹と5つあるのと、そういういろんなものが分断されたというか、つながる連続するものがなんか自然界のなんかものに例えてこういう形が生まれてきたというか、そういう感じがします。これはその円というのはやっぱり私からは切っても切れないご縁になってしまってて、上下に描かれた円のところを遮るような形というか、枝のようなものを媒体として空間が2つに分かれると、そういう作品なわけです。これは突然この本棚みたいなものが出てきたんですが、もちろんこれは本箱を描いたわけではなくて、背後にはブルーの構築物があって、で手前にはピンク色の。で以前このミニマルで無機的なものの中に有機的なものを入れ込みたいというふうに願ったわけですけども、私の中では潜在的にねこう眠っていたものが今一度こう復活して出てきたような感じに書いてしまった後にそれは気づいたことなんですけれども、出てきた時はちょっと驚きましたね。どうも私の作品っていうのは絶えずやっぱり連続性、不連続性、それをまた遮るもの、なんかそういったコンセプトっていうのがずっとあるような気がしてます。本当に矢継ぎ早にさまざまなものが矢のように飛び交う現代ですけど、意識をそちら側に向けてしまうと静かに佇んでる過去も、それから未来のこうささやきのようなものも聞こえてこなくなってしまうので、あまりそういうことには振り回されずに自分のものをこう探求していくとか、そうしているともっと強くなれるのかなと、そういうふうに思います。